ご視聴ありがとうございます。国星最強中の人と言います。この動画では、雷国星の生物と武器計18種類の火力期待値を算出し、ダメージを比較した動画になります。視聴者さん一人一人の持っている武器、生物の中から最適な組み合わせを見つけてもらいたく制作しました。動画の流れは画面で示した順番で進行します。また概要欄に目次がありますので、お急ぎの方はそちらからお好きなところに飛ぶこともできます。また武器や生物の性能は分かっている前提で話を進めていきますので、その点はご了承ください。それでは生物の比較から行っていきます。生物のダメージ比較するにあたり、仮想ステータスを設定し、生物の公開外でダメージの差が出ないようにしました。設定したステータスについて簡単にご説明します。国星のレベルは90で、突数は無突です。武器はキリギリの海溝と黒岩の長剣の2パターンを用意しました。また生物のスコアは 193.1 に固定します。なぜこの数値かと言いますと、実際に投稿主が使用している生物のスコア数値をそのまま引用したためです。193.1 はゲーセン度が比較的高いため、期待値も全体的に高めに出るので、その点はご了承ください。比較する生物の種類は画面に映している全6種類となります。続きまして、比較するダメージについて説明します。ダメージの種類としては4種類で、銃撃、元素スキル、元素爆発、それらを含めた総合ダメージになります。算出するダメージはいわゆる火力期待値と言われるものになります。また仮想相手はレベル90のヒルチャールとします。さて、お待たせいたしました。ここからが本題です。こちらの表は各生物のダメージを比較した表になります。青い数値のものがダメージが一番高く、赤い数値のものがダメージが一番低いです。武器は黒岩の長剣精錬ランク1です。まず注目すべき点は総合ダメージのところです。理論上ではしめ縄が一番高く、次いで尊者になります。ただしこの2つの生物の4セット効果はいつでも発動できるわけではないので注意が必要です。特にしめ縄の方は単体戦とかだと雷主人公を入れてようやく実用できるかなというのが個人的な感想です。しめ縄の欠点と対応策については以前にそれを解説した動画を投稿していますので、ご興味ある方はそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきました。対して剣闘士と雷の怒りに関してはダメージは3位にとどまっていますが、欠点がなく使いやすいイメージです。投稿者もこの生物の組み合わせをよく使っていました。そして絶縁の方ですが、こちらはかなり火力が低くなってしまうのであまりおすすめできません。元素爆発にかかるダメージバフも旧貴族と雷の怒りの方が稼ぎやすいと感じています。今度は武器をキリギリの海溝に変えて同様に計算してみました。注目する点は尊者と剣闘士雷の怒り、剣闘士しめ縄の間のダメージ差が縮まっている点です。これはキリギリの武器効果で雷バフを稼げているので攻撃力を上げる恩恵が大きくなっているためです。この現象は確認できた限りキリギリのみで確認されました。キリギリを装備させる方はこの3つから一番良いオプションが揃っている生物を選ぶのがおすすめです。さて、今度は武器のダメージ比較になります。国星自身のステータスは先ほどと一緒です。生物は剣闘士と雷怒りのセット、武器は精錬ランク1と精錬ランク5それぞれで計算しました。武器の種類は
映像に映している全12種類です。比較するダメージは総合ダメージのみ掲載しています。それでは武器のダメージ比較表になります。予想通り星5武器は上位を占めております。その中、精錬ランク5の黒岩が6位とかなり健闘しております。ただ、黒岩をはじめ、キリギリラザーブオー最大火力を出すまでに手間が必要なので、そこは頭に入れておく必要があります。それを考えると、いつでも一定の火力が出せる。結録は優秀な武器だと感じました。続いては、生物を尊者に変えた時に、各武器でダメージの変動がどんな感じになるかまとめた表です。注目すべき点は、精錬ランク5のキリギリです。これだけは、尊者より、剣闘士雷怒りの方がダメージが出る結果になりました。と言っても、誤差レベルですが。また、ザンさんやバンガンのような攻撃力を稼げる武器は、尊者でより雷バフをより稼いだ方がダメージが伸びやすくなっています。今度は、星4武器を中心とした比較表です。ここで、一つ驚きの結果が出ました。15位の黎明の真剣です。なんと、いくつかの星5星4武器より火力高いです。残眼や笛の剣、天目を装備させてる人は、黎明も検討してもいいかもですね。そして、星5の天空の刃を救いたい。武器のオプションが元素チャージ効率なので、生物を絶縁に変えたら、火力上がると思って計算しました。はい。そしたら、逆に火力下がりました。ここからは、コアな話になります。関突の国性の場合、生物は、雷怒り、剣闘士か、しめ縄、剣闘士かどっちが火力出るかという疑問を解消するため、計算しました。仮想ステータスは画面の通りで、説明は省略します。結果としては、剣闘士、しめ縄の方が火力は出ましたが、ほぼ誤差でした。これも、両オプションの方でいいかもしれませんね。それでは、最後にまとめに入ります。生物は、この3つをおすすめします。使い勝手に難ありで、独自のパーティーを構築する必要はあるが、最大火力を求め続けたい人には、こちらのしめ縄をおすすめします。高火力を出したい、ライバルに差をつけたい人には、こちらの尊者をおすすめします。このご時世、安定が第一。安定志向の考えをお持ちの人には、こちらの剣闘士、雷怒りをおすすめします。武器については、星3の黎明の真剣から始まり、矢印の順番に沿って、星4の黒系、黒岩、星5の結録やキリギリに移行できるように、石を貯めるのをおすすめします。本動画の内容は、これにて以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、もし少しでも参考になったなら、高評価を押していただけると、活動の励みになります。また、いつも動画を見てくれて活動を応援していただいている皆様、本当にありがとうございます。みんなのアドバイスや励ましのおかげで、動画を無事完成することができました。この場を借りて、改めてお礼を申し上げます。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。